どうもこんにちは、ダクちゃんです。今日はですね、アルトをウォークする場の作業をしていきたいんですけども、ちょっとね、アルトをウォークする場に関しては進展がありましてですね、ゆっくりとね、作業をしているわけにもいかなくなりましたので、とは言ってもですね、少しずつ作業をね、やっていきたいんだと思います。で、このアルトをウォークする場にですね、作業工程見ていただいた方はわかると思うんですけども、穴が開いている部分にアルミテープを貼って上からですね、パテを持ってあるんですね。当然ですね、そういった修正方法あるらしいんですけども、どうしてもですね、経年劣化で歪んできてですね、割れが出てきているんですよ。で、正直ね、私自身もですね、めんどくさいんで、そうやってやりたいなと思ったんですけども、最近ですね、板金ハンダっていうのがあるのご存知ですか？もしかするとね、もう皆さんご存知かと思いますが、こういうですね、板金用のハンダがあるんですよ。で、これを使ってホームセンターで買っていたこのトタンを切り出して貼ればですね、とりあえず穴は塞がるのかなと思いましてですね、今回やっていきたいなと思います。ただね、正直金銭的な理由がないのであれば、パネルボンドで貼っつけてしまうのが一番楽だと思いますけどね。それではやっていきましょう。それではね、とりあえずこの範囲をね、やってみたいなと思います。下にですね、ちょっと塗装っていうか、このサリ転換剤塗ってあるんですけども、その上からですね、いけるかどうかわからないですけど、やっていきます。とりあえずですね、それっぽく作ってみました。これを、ここにあてがうと、そこそこね、いい感じになるんじゃないかなと思います。じゃあまずですね、この溶接するところの塗料だったりとかがね、あるとハンダ付けができないので、それをね、剥がしていきたいなと思います。で、ハンダをね、温めていくんですけども、この低ワットのハンダしかないので、これでどんだけ作業ができるかっていうのもですね、今回の見ものになってくるかなと思います。で、今回ハンダ板金するにあたってね、フラックスっていうのが必要になるので購入しました。本当はですね、板金用のフラックスっていうのがあって良さそうだったんですけども、ちょっと高かったんで、普通にですね、この電子工作用のフラックスにしました。これがね、蓋が開かないって書いてあったんですけども、やってみましょうね。やっぱり硬い。硬い。全然開かないね、これ。開いた。開きました。ちゃんとね、ハケがついてるので作業しやすそうです。それではね、もうちょっと温まるまで待ってくださいね。はい、それではね、だいぶ温まってきたようですのでやっていきましょう。まずは接着面にこのフラックスっていうのを塗っておきます。ほんでもってこのハンダをここにちょっとね難しそうですけど、一回剥がしてみますね。やっぱくっついてない。無理か。ただね、これこっちの鉄板の方にはめっちゃくっついてるんで、取れないぐらいくっついてるんで、おそらくボディ側の問題ですね。やっぱ地金がまだちゃんと出てないってことやと思うんで、ちょっとねこれもう一回削ってやり直します。はい、それではね、さっきよりもゴリゴリに磨いたんで、もうちょっとねやっていきましょう。お取れたけどちょっとくっついたね今。
何がダメなんだろうな。もしかしてオーマイガー、無理。はい、今回ですね、ハンダ板金やってみたんですけども、失敗でした。失敗の原因はですね、何個か考えられるんですけども、まず1つ目にですね、単純に腕がない。2つ目がですね、地肌がちゃんと出せてなかった。で、3つ目がですね、ハンダゴテの温度。この辺がですね、ちょっと関係してくるかなと思います。今回ね、初めてやってみたことなんで、次にね、活かせればいいかなと思ってるんですけども、もしね、これやったことがある方はですね、ちょっと今の作業を見ていてですね、ここが問題だというところをですね、ぜひとも挙げていただければなと思います。で、さらに言うとですね、その問題点に対してどのような解決策があるのかですね、教えていただけるとね、本当に助かります。単純にですね、ハンダゴテのワット数が足りないということであれば、ワット数のね、高いものを購入しますし、ちょっとね、こいつをね、早くなんとかしてあげないとかわいそうっていうのと、実はね、トランスミッションの方も出てきておりまして、そっちの方が進みそうということなので、なるべくね、早くちょっと穴だけでもね、塞ぎたいなと思っております。ぜひともですね、皆さんのお知恵をね、拝借できればなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちなみにですね、このトタン自体にはすごくきっちりハンダが乗っておりまして、ボディの方にくっつかないっていう形なんですね。もうこれ取れないぐらい綺麗についてるんですよ。なのでおそらくこのトタンっていうのは薄くて伝導率が良さそうなので、温まりやすくて溶けやすかったのかなと。一方でボディの方っていうのは、地肌もね、そんなしっかりと出せてなかったかもわからないですし、温度がね、なかなか熱が伝わりにくくて、ハンダがね、うまく溶け込まなかったかなっていうのもありますので、やっぱりワット数の高いのがいるのかもしれませんね。ぜひともですね、ちょっと知っている方教えてください。てなわけで今日は失敗でした。それではこの辺で、また。